こっち来ないで。私はもう他の人と誓いを交わした。体もあの人に捧げた。今日たとえこの顔を潰したとしても、絶対にあなたとは結婚しない。やめて。ニューヨンダン、お前が嫁ぎたくないなら、本王もめとりたくはない。もとより本王はお前に触れず、4年待って。休止を装わせ、自由にしてやるつもりだった。だがここまで侮辱するとはな。人狼が教えてくれた。顔を自ら傷つければ、身を汚したと偽れば、重版キアオが私に触れないと、それどころか離縁してくれると。なのにどうして？すべてが彼女の言う通りにならないのか。西院に高い壁を築き、門を封鎖せよ。今後は、王妃の私人以外、何があっても、本王に報告する必要はない。兄さん、声はあっちから聞こえたんだ。あの大悪党。きっとあそこにいる。行こう、兄さんが母さんの仇を討ちに行くから。大悪党に俺たちの強さを見せてやろう。よし。聞くところによると藩王妃は新婚の夜、聖園に軟禁されたままらしい。今では漢王が制裁の霊をもって、処女を側妃として迎え入れるという。この側妃、ただものではない。太后の頭痛を治した功績で、太后の寵愛を得た。聖母が卑しい身分でなければ、あがた主に封じられていただろう。今回は太后自らが婚姻を許し、聖妃の霊で迎えるよう命じ、皇帝も拒めなかった。見てごらん、この嫁入り道具の多さ。かつての藩王妃よりたった20代少ないだけ。6年、苦心して策を練り、ようやく漢王に嫁ぐことができた。側妃とはいえ、その地位は聖妃と変わらない。あの愚かな姉は、聖園に何年も閉じ込められ、もう息も絶え絶えだろう。嫡出だとしても、結局は私の足元にも及ばない。吉時となりました。新郎新婦、天地に一礼。花嫁さん、本当に美しい。漢王は15歳で戦場に立ち、18歳で数々の戦功を立て、20歳で数百万の兵を統率。南は百越を駆逐し、北は月圧を追い、西は強族を征伐。民を守り四方の境を休んじ、大衆の戦神と称された。夫妻互いに礼。かつて私は漢王がどれだけ人を殺したか、手にどれだけ血を濡れたか、と話しただけで、ニューヨンランの愚か者は肝を潰した。この礼が終われば、私は漢王の命実ともに即妃となる。刺客がいる、王様を守れ。これ、なんだ？顔が潰れるんじゃないだろうな。王様、これは無毒です。ただの特殊な染料です。男性住宅のところ、すぐに刺客を捕まえろ。はい。静かに重なる警備を超えて、王府のお国に入るとは、一流の高手に違いない。王様、刺客は全員捕まりました。連れてきます。王様、連れてこれませんが、抱き上げることはできます。話して。この2人の子供は誰だ？兄ちゃんを話せ。でないと銅像は月の代わりに。お前たちを消すぞ。一人でやったことは一人で責任を取る。主言は私がやった。妹を話せ、多数で少数をいじめるな。大きいのが小さいのをいじめるなんて何が交換だ。妹、怖がるな。お母さんが言ってた、じゃはまさに勝てないって。大悪党、私たちは怖くないよ。お前たちの名前は、どうして漢王府で騒ぎを起こした？ゾウゾウは教えない。なるほど、ゾウゾウというのか。じゃあ、お兄ちゃんはファンファンか。
違うよ。兄ちゃんは BA バオだよ。なるほど、BA バオとゾウゾウか。妹、だし不詳って約束したじゃないか。兄ちゃん、わざとじゃないんだ。男のことは男同士で解決しよう。妹を困らせるな。大悪党、子供を殴るなんて。大悪党が兄ちゃんをいじめるなんて。ゾウゾウはお前と戦う。ゾウゾウの頭がおかしくなった。この小娘、見た目は柔らかそうだが、力がこんなにあるとは。泣くな。お前たちの父親の名前は、はっきり言え、本王もお前たちを送り返せる。かわいそうな子たち、運が悪く、無情な父親に捨てられ。残された母子3人、運命は残酷で、かびたご飯を3人で言わん。満足に食べられず、暖かい服も着られず、バカな父親は何者だ。兄ちゃん、今度は韻を踏んだ？簡単文に変えた方が、怒りがより伝わる。よし。バカな父親、ろくでなし。元踊り時盛大な結婚式をしたくなかった。ちょうどこれで逃げられる。皆様、本日は事故が発生し、驚かせてしまいました。後ほどお詫びの品を用意します。殿下、冗談を。子供の騒ぎですよ。では、失礼します。早く行こう。待ち望んでいた結婚式がこんな風に終わるなんて。こっちにおいで。王様。本王には用事があるので、先に帰ってください。話して。川妃、早く調べて、この2人の松竹賞を。一体何者だ、あえて私の町に待った。結婚式を台無しにするなんて。皮を剥いでやる。お兄ちゃん、ゾウゾウは背が高くなったね。話せ。どうやって関王府に入ったんだ？なぜここで騒ぎを起こす？おじさん、ごめんなさい。許してくれる？これは BA バオと妹の大好きなお菓子です。お詫びにどうぞ。おじさん、どうして食べないの？おじさん、まだ怒ってる？そろそろ話せるだろおじさん、3つ数えたら教えるよ。3。BA バオがゆ。やばい、母さんが機嫌いい時は宝物って呼ぶ。平静な時は名前で呼ぶ。でも連続で呼ばれたら、すぐに制裁される。抱っこもダメ、キスもダメ、お菓子も作ってくれない。制裁はかなり残酷だよ、母さん。母さん、いつ帰ってきたの？今日は外で大変だったね。BA バオ、とっても会いたかったよ、ハート。そうだよ、母さん。私たち、とっても会いたかったんだよ。これはどこの汚い子かな？母さん、よく見て、あなたの宝物だよ。ありえない。うちの宝物は香ばしい子だよ。緑色の汚い子なんかじゃないわ。香ばしいよ、香ばしい。今は臭い子だけど、洗えばまだ大丈夫。6年が経った。私は夏国の医学の天才。霊一脈の継承者から結婚を拒むために、バカなことばかりした元の体に転生した。丸6年、幸い霊薬の空間も。一緒に転生してきたおかげで体を常用でき、無事に彼らを産むことができた。
そういえば、母さんがいない間に騒いでたんだよね。聞いて、母さんは今とっても怒ってるの。どうしよう、まず子供を叩く？それとも洗う？母さん、ゾウゾウは洗いながら叩くのがいいと思う。効率2倍だよ。妹、今は効率を求める時じゃないでしょ。でもゾウゾウが言ったじゃん。母さん、もう一度聞いてみて。バカちゃん。BA バオの体はもう調子がいいみたい。明日の朝、宝物たちを連れてここを出るわ。これからは天高くみひろし。王様、あの二人の子供は書斎から出て声援へ向かった。私はもう他の人と契りを交わした。体もあの人に捧げた。お母さん。お母さんがマジックを見せるよ。よく見ててね。聖園に住んでいるのはミューヨンなんだけ。あの二人の子供が彼女をお母さんと呼んでいる。BA バオが言う、お母さんがマジックを見せるよ。いい？よく見ててね。ほら、何もないでしょ。はい。お母さんも食べて。私はいい。あなたたちが食べなさい。お母さんは大人だから。子供に果物を残して、自分は食べない。まあまあ良い母親だ。大人はもちろん大きいのを食べるんだよ。食べ方が汚いよ。口の周り全部。あらら、口の周りベタベタ。あなたも。そうだ、お母さんがお風呂から出たら寝る前の話をしてあげようか。前に赤ずきんが狼をぶん殴る話をしたよね。人魚姫が海の王様になる話、林さい玉が柳を引き抜く話。今日はシンデレラが仙人になって警母と戦う花かな？そうだ、お母さんがお風呂から出たら考えてあげる。話してあげるから。お母さん、先にお風呂に入るね。子供に話すのは応募参戦じゃない。こういう話を譲る話くらいにしなさい。海の王様とか警母と戦うとか。全くでたらめだ。誰だ？幸い霊薬の空間に道具がたくさんあった。これはミューヨン弾。武術が高くても包丁にはかなわない。武術が良くてもレンガ一発。小僧、ここはお前の来るところじゃない。ミューヨン弾。お前、私を覚えていないのか。まさかこの小僧が私を知っている？死角だ。子供たち。隠れてて。
お母さん、BA バオカユはもう綺麗になったよ。どうしてまだ来ないの？話して。ゾウゾウはお母さんを探しに行く。話さないと。噛み殺すぞ。お母さん。大丈夫？お母さん助けて、ゾウゾウとお兄ちゃんが。悪い人に捕まっちゃった。大凶、助けてくれてありがとう。もう大丈夫。お母さんのところにおいで。大凶、彼女は本当に私を覚えていない。大悪党がお母さんをいじめた。ゾウゾウとお兄ちゃんも連れ去ろうとしている。私はしていない。お母さん、大悪党はどうしたの？お母さんが彼に薬を盛ったの。お母さん、あいつは大悪党だよ。縛って売り飛ばそう。お兄ちゃんの言う通りだよ。売ってお金を持って逃げよう。お母さん、前から逃げたかったんでしょ？あんたのこの一声で私たちの脱出計画が全部バレちゃったじゃない。お母さん、ゾウゾウはわざとじゃないんだ。逃げたいのか。彼は元の主人の夫、中半期青だ。この6年間、一体何があったんだ。ミューヨンランは生まれ変わるだけでなく、性格まで一変し、さらに2人の子供までできていた。さっきは驚いて殿下を傷つけてしまい、本当に申し訳ありません。しかし、私たち長い間会っていませんでしたから、殿下のことをよく知らないので、すぐにはわからなかったのも無理はないですよね。夫婦とはいえ、確かに不慣れですね。これから慣れていきましょう。何を見ているの？解毒剤。お母さん、大悪党と誰が先に瞬きするか。バカゲームでもしてるの？大悪党、あなたの負けよ。お母さんが一番すごいんだから。ゾウゾウがお母さんを助けて大悪党に勝ったよ。今日もとっても頑張ったね。ミューヨンラン、そろそろ本王に説明すべきではないか。ご紹介します。BA バオとゾウゾウ、私の子供です。あなたのはい。父親は誰だ？殿下だと言ったら信じてくれますか？本王は信じない。じゃあ違うよ。父親はもう亡くなっています。子供の前でそんなことを言っていいのか。むしろ私からお聞きしたいのですが、なぜ殿下が来ると、私と子供が襲撃に遭うのですか？殿下こそ、まず私に説明すべきではないでしょうか。襲撃の件は本王が調査し、きちんと説明する。お母さん、嬉しくないの？お母さん。私たちが言うことを聞かずに声援を出たから。悪い人が来て殺そうとしたのかな？お前たち、声援を出たのか。お母さん、大悪党は他の人と結婚するし、ずっとお母さんを閉じ込めてる。BA バオと妹はお母さんの仇を討ちたかったの。これらのことをどうして知っているんだ？私たちはみんな聞こえました。壁の向こうで。大悪党が新しい花嫁をめとるって。お母さんは言ってたこの大悪党はあなたたちのお父さんだって。あなたたちはもう知ってたの？お母さんもう私たちを騙さないで。人形の木から積まれたなんて。中半期青。つまりあなたたちが言う大悪党。確かにあなたたちのお父さんです。でもお母さんとはもう別れた。これから彼が誰と結婚しようと。私たちとは関係ないの。お母さん嬉しくないの？いいえ。お母さんはただあなたたちにはっきり伝えたかったの。たとえこれからお父さんがいなくても、お母さんが倍愛してあげるから。お母さん、私と妹にはお父さんいらないよ。もしお母さんに夫が必要なら、
BA 棒が何人か探してあげるよ。お母さんにはいらないわ。お母さん恥ずかしがらないで他のお母さんが持ってるもの。あなたも絶対持つべきだし人より多くて良いものを。ここを出たら BA 棒がお母さんの夫を探すからね。ゾウゾウもお母さんの夫を探すよ。ありがとう。王様。昨夜は2組の刺客がいました。1組は全員服毒自殺。もう1組は少し武術の心得がある普通の人々。種をもらって菜園を偵察しに来た。まだ黒幕は分かっていません。前の組はおそらく私を狙ったもの。後の連中はしっかり尋問して素性を調べ尽くせ。はい、すでにご指示通り。声援を3へに包囲しました。今のところ異常はありません。急がなくていいミューヨンランが去りたがっているなら。あとは待ち伏せすればいい。持っていけ。お母さんゾウゾウがお菓子と小さな枕を持ってきたよ。それとお母さんのおもちゃ BA 棒は薬を持ってきた。悪い人に会ったらすぐ薬で倒しちゃえ。よしじゃあ今からオーフを出よう。行こう。連れて行け。大悪党お母さんをいじめないで。大悪党私を離して。ルイイング子供たちを連れて食べに行かせろ。大悪党あなたのものなんて食べたくない。私はお前たちのお母さんをいじめるぞ。大悪党私たちたくさん食べてあなたを貧乏にしてみせる。お母さんを助ける方法を考えなきゃ。お母さん、怖がらないで、私たちを待っていて。慌てて逃げる。本王は気づいた。あなたには2人の子供がいる。だから心が虚しいのだ。もしかしたら、私と子供は、私にあなたに会いたくなったかもしれない。あなた。入川妃が到着。あなたは誰？何年も会っていないから、妹は私を忘れたの？あなたはミューヨンラン？そんなはずがない。あなたは顔を傷つけられ、声援に閉じ込められていたはず。そんなはずがない。あなたは顔を傷つけられ、声援に閉じ込められていたはず。王様はどうして突然、ミューヨンランこの卑しい女を解放したの？当初、友人老が。そして、新婚の夜に、重版ギアを恥ずかしめた。元の主人も死に追いやられた、偽善僧正領。あだのために二度踏むのは、少し道理に合わないようだ。今日あなたが急いできたのは、私この守母に、お茶を差し上げ、挨拶するため？王様は一度も、私があなたにお茶を差し上げ挨拶すると言っていない。それに、姉さんがこんな格好で、全く規則に合わない。妹、気にしないで。夫婦の間の常習よ、あなた、ゆっくりわかるようになる。王様。道理で言えば、私は姉さんにお茶を差し上げるべき。ただ太后様が、制裁の例で入府するようにと言われた。そうなると、太后様の顔に泥を塗ることになる。妹。まさか、あなたは王様の面子を顧みず、太后様に告げ口に行くつもり？私はそういう意味ではない。毅然姉さんがお茶を差し上げさせたいなら、私は差し上げる。私がマサで、あなたが側。私の前では、あなたは妾と自称すべき。あなたの母も妾、まさか彼女はあなたに教えなかったの？人の常識としてどうあるべきか。ミューヨンランこの卑しい女。どうして以前と違う、まるで別人のよう。今日と知っていたら、当初直接殺すべきだった。王
王妃様、将。間違えました。姉さん、どうぞお茶を。姉さん、あなたは私が入府したことに不満でも、こんなに私をいじめるべきではない。王様、多分昨夜は疲れすぎた。だから茶碗をしっかり持てなかった。あなたのせいよ。昨夜は私の新婚の夜だったのに、王様はなんと、ニューヨンナのあの女を訪ねた。王様。妹にまず着替えさせて、風邪をひかないようにしましょう。さっきの話を続けましょうか。誰か、側室を部屋に送り返せ。王様。二度と言わせるな。あの女、今日の屈辱は必ず返す。覚えてよ。王様。いえ。あなたの二人の子供の父親は誰だ？王様、そんなに気にすることはありません。気に入れば、BA 馬王像にあなたを父と呼ばせます。気に入らなければ、連れて行きます。ふざけるな。とんでもない。誰か、王妃を聖園に戻せ。いいえ。自分で行けます。BA 馬王とゾウゾウは？あなたの子供だと言ったな。彼らを残して、早めに絆を深めよう。何？あの二人の子供が、ニューヨンランを母と呼ぶ？まさか、王様の子？もしそうなら、彼女たち三人が聖園に閉じ込められるはずがない。王様の子ではないなら、外の野良種に違いない。私のために一つやってくれ。おじさん、BA 馬王が魚をあげるよ。本格的な方法ブランドの愛情焼き魚。緑色の焼き魚は初めて見た。邸内に犬がいるのか？王様、これは大公用の愛犬で、最近は側室が世話をしています。側室に伝えろ。この畜生の世話ができないなら、早く処分しろ。再び同じことが起これば、許さない。はい。さっきは驚かなかったか？ゾウゾウは怖くない。ゾウゾウは力がある。おじさん、歯はどうしたの？口を開けて、ああ。悪い人、引っかかった。悪い人、ゾウゾウの作った魚を食べたら、喫音になるよ。もちろん。妹はすごいんだよ。何を作っても毒入りなんだから。お母さん、これって天才って言うんでしょ？あんたたち、何をバカなことしてるんだ。悪党の狂ゾウゾウ。千吹。どうだ？王様、ご安心ください。お二人の小主人は、ただ少し驚いただけです。大丈夫です。ただし、小公子は先天的に虚弱な体質で、心臓と肺が非常に弱いので、これからは十分に注意してください。僕、喫音なんだ。王様、これは毒素が舌を刺激して、一時的な喫音になったのです。大したことありません。大悪党。8BA 馬王。大悪党、あなた喫音になったね。そう。ごめんなさい。私たち二人に2回謝って。そうすれば許してあげる。ごめんなさい。子供は大人の過ちを覚えてないから、大悪党とは争わないよ。お母さんは？ゾウゾウ、お母さんに会いたい。聖園で、あんたたち、まずご飯を食べて。
夜になったらそう、送ってあげるから。約束する？する。指切り玄満、嘘ついたらハリチを元のます。ハンコ。はい、ハンコ押したよ。約束破ったら、子犬になるんだよ。わかった。犬の穴を塞いだからって、俺を閉じ込められると思ってるのか。夢見てる。急いで探さなか。BA バオとゾウゾウを。大悪党、宮殿に行ったきりまだ帰ってこない。ああ。本当に頼りない。私たちだけで、お母さんを探しに行こう。悪い犬、死んじゃった。この小生意気な畜生たち。西郷様の愛犬を殺すなんて、来ると。彼らを縛り上げろ。ふざけるな。私は漢王府の女主人だ。私の命令に逆らうつもりか。命が惜しくないのか。誰だ？僕クモラン、あなたは私を殴るのか。僕金獣、あなたは側室に過ぎない。王府の女主人だと自称するなんて。お母さん、会いたかったよ。いいわ、僕クモラン、あなたは男と不倫して、二人のよっこを産んだのね。黙れ。王様。王妃は不倫して、二人のよっこを産みました。怪我は？王様、この二人の小畜生が、西郷様の愛犬を傷つけました。王様、この犬は毒で亡くなりました。毒？小金はさっき、緑色の焼き魚を食べただけです。この焼き魚にはヒ素が入っていた。シューシュー、ヒ素は入れてないよ。小金は前に悪さをして、あなたを傷つけそうになった。だからあなたたちは恨みを持って、故意に西郷様の愛犬を殺したの？シューシューはいい子だよ。シューシューはやってない。私たちが作った焼き魚は、おじさんに食べさせるものだった。何？あなたたちは王様を毒殺しようとしたのか？違うよ。あなたたちは嘘をついている。姉さんは本当にいい計略だわ。王様が子供に警戒心を持たないのを知っていて、まず彼らに私の結婚式を台無しにさせ、それから彼らに命じて王様を毒殺させ、最後には大公用の愛犬まで許さなかったのね。誰か小金が焼き魚を食べるのを見た人は？私です。あなたは小金に接触した？いいえ、ありません。提灯を持っているあなたたち、遠くに下がって。これは何？シューシューの料理の調味料です。緑色で小綺麗。シューシューは焼き魚を作るたびに、蛍光粉を振りかけます。触れたものには必ず跡が残る。私の歯もきっと。この手の蛍光粉を見てごらん。もしかして焼き魚を持って犬の口に押し込んだの？故意に大公用の愛犬を殺害し、小主人に罪を着せるあなたは罪を認めるか？いいえ、私ではありません。側妃です。卑しいやつ、西郷様の愛犬を謀殺するなんて、あなたは死にたいのか？家族のことも考えろ。私の罪を認めます。王様、私の教育が不十分でした。どうかお叱りください。重版気青は黙ったまま。私が彼の愛する側妃を処分するのか？構わない。何を企んでいる？私の子供たちを。いじめる奴は許さない。妹よ。あなたが犯したのは、この聖妃と小主人。王様に聞いても無駄よ。王様が助けてくれない？まさか私の勘違い？この二人の子供は本当に王様の子？姉上、目掛け神は間違えました。
どんな罰でも、甘んじて受けます。者ども。側妃が上位を冒涜し、この聖妃と、上主人の潔白を汚した。頬を30回打て、見せしめに。ジュンファとチュンジンは、すぐに連行し、取り調べよ。王様、私間違えました。夫君、私の処分にご満足ですか？妹よ、今回は覚えておきなさい。ミュウヨンラン、お前を必ず惨めに殺す。あんた、どうやって出てきた？普通に出てきたよ。西、聖園の門は閉まってたはず。まだ壁があったじゃない。壁を越えたの。あんた、まあよくやった。子供たち、早く母さんを助けて。了解。母さん、眠いよ。王様、子供を寝かしつけます。もう遅いので、あなたもお帰りください。はい、寝よ大悪党、やめて。大悪党、ゾウゾウを離して、早く離して。BA 棒が騒ぐぞ。寝なさい。はい、母さん。ベッドで待ってるね。はい。新婚の夜、あなたは約束した。私が下賜して王府を離れられると。今でも有効？う。王府を離れる。あの男を探しに行くつもりか。中半キアを何をする気？ミュウヨンラン、お前は本王の女だ。本王の前で、他の男を思うのか。何を言ってるの？ただ子供たちを連れて行きたいだけ。条件も出せるわ。私にできることなら何でも。絶対に無理だ。なぜ？この名ばかりの王妃は、邸内では何の権力もなく、子供さえ守れない。家事の権限をあなたに。重版キアオ。元の主人を極めて嫌っていたのに、どうして今は。追い出さないだけでなく、家事の権限まで私に渡すなんて。この人、頭がおかしくなったんじゃないでしょうね。もし逃げようものなら。3日と経たずに、手配書が全国に貼られるぞ。子供を連れて。逃げ回る生活をしたいのか。私なら逃げ回る生活もできるが、子供には無理だ。王妃様、王子のご命令で、侍女を何人かお送りしました。ご自由にお使いください。ファジアン。彼女が王府に潜り込んだとは、さすがに賢い。彼女は残れ、他の者は退かれ。はい。ファジアン、ご主人様にお目通りいたします。早くお立ちなさい。ファジアン、どうやって王府に潜り込んだの？主格の方はもう手配した？はい、手配済みです。最近はずっと、王府の動向を伺っておりました。真相官が下人を募集しているのを見て、自ら志願したら選ばれてしまいました。よし、あなたが側にいてくれれば、物事がやりやすくなる。王妃様、側妃が宮中で太后様にご挨拶したいと、お伝えに参りました。妹が宮中でご挨拶するのも、王子の孝行のためよ。行かせなさい。はい。そんなに急いで宮中に行って太后に告げ口したいのなら、もちろん叶えてあげるわ。さあ見せてごらん。
どうやって自滅するのか。王子、おはようございます。おはよう。朝早くから。何を騒いでいるんだ。今は私が家事を執り行っているので、声援をずっと封鎖したままにするわけにもいかない。当然、塀を壊して立て直すわ。そうそう、不君の四股には良いものがたくさんあるけど、私と子供はとても気に入ったわ。でもこの王府の、帳簿上の銀が少なすぎるわよ、不君。もっと頑張らないとね。ご褒美の赤い花よ。シコ。どこで鍵を手に入れた？おじさま、BA 棒が小坊の鍵穴から。お母さんのために作った鍵ですよ。あの男、自分の金庫が荒らされたと知って悔しがってるでしょうね。私たち母子3人を追い出してくれたら最高です。夫よ、昔から言います。息子は貧しく、娘は裕福に育てるものだ。ゾウゾウには絶対に我慢させられません。BA バオは男の子ですから。道理から言えば、そんなに贅沢にする必要はないはずですが。でも彼は小さい頃から体が弱く、たくさんの薬が必要で、手間をかけて調養しなければなりません。これは、全部お金がかかることです。夫よ、私はどうにでもなりますが、どんなに苦しくても、子供たちには苦労させられません。王府の帳簿上の銀子は、あっという間に使い果たしてしまいます。仕方なく、あなたの金庫から少し拝借して補填しました。怒らないでくださいね。早く私たち母子3人を追い出して、自生自滅させてください。いいえ。本王の手元にはただいくつかの荘園と店舗があります。後で執事に帳簿と収入をまとめて届けさせます。声援を壊したのに怒らないの？ BA バオとゾウゾウが石園に閉じ込められていたのは、確かに適切ではありませんでした。あなたの考えで立て直してください。じゃあ、金庫は？自由に使ってください。足りなければ本王がまた考えます。この中半ギアを頭がおかしくなったのか。これでも怒らないなんて。王妃様。王様、王妃様、入川妃に問題が発生しました。反王妃。太后様が入川妃の薬を服用され、頭痛がさらに悪化し、皇帝陛下が激怒され、罰を命じられました。彼女を王府に送り返し、反王妃によく監督するようお願いします。はい。以前、私は友人の薬に、いくつかの薬を加えました。普通の人が服用しても問題ありませんが、下血が弱っている人が服用すると、激しい頭痛を引き起こします。今となっては、乳人郎が確かに、下血を消耗する強力な薬で大号用の頭痛を治療していたことが分かりました。ありえない。私の薬は以前、ちゃんと効いていたのに。どうして今は効かないの？姉さん。この罰、気持ちよかった？あなたが私の薬に細工をしたのね。妹さん、何を言っているのかわかりませんね。どうして私をこんな目に合わせるの？私はあなたの身の妹よ。そうでなければ、この姉がここまで面倒を見るはずがないでしょう。私が手作りした薬も、とても高価なものです。僕も嵐。やはりあなただったのか、命がけで戦うぞ。無礼者。王妃を暗殺するとは死罪だ。王様、姉さんが私を陥れようとしたのです。黙れ。王妃を誹謗するなら、許さない。このかんざしは元の花嫁の持参金では？もしかして土佐無償？元の花嫁の持参金を応用した。その後、僕近所に送った。彼女のこの表情は、今救ったばかりなのに。証明できない。僕嵐が薬に細工をした。さっき彼女を傷つけようとして王様に見られた。今はまず謝罪しよう。姉さん、どうか許してください。さっきは。傷が重くて幻覚を見たのです。姉さんを悪人だと思い込んで。だから手を出してしまった。妹は一時的に頭が混乱していて、この頃。
いろいろなことがありすぎたからです。ならば、法非格で、静養するがよい。この卑劣な女。嫁いだばかりで、まだ床入りもしていないのに、外出禁止だなんて。王様。側妃をすぐに部屋に戻せ。はい。王様。八方がゆがゆさんの、名誉を傷つけようとする者は、誰も許さない。僕も嵐子の卑劣な女。私の薬に毒を入れたなんて。一体どうやって？側妃様、大変です。王妃様が人を連れて、あなたの持参金を。全部持ち去りました。何ですって？卑しい下女め、私を痛めつけるとは、命が惜しくないのか。役立たず。ゆっくりしなさい。姉上様。あなたは漢王の正妻でありながら、私のような側妃の持参金まで横取りするなんて、あまりにもひどくないですか？私が王府に嫁いだとき、母上から上質な南機能を何半かいただいた。刺繍と模様がこれと全く同じです。あの時、僕運嵐は婚約破棄したがっていた。婚礼の細かいことは気にせず、私は嫁入り道具を整理するという口実で、こっそり彼女の嫁入り道具をすり替えた。彼女が王様を侮辱した後も生き延びられるなんて夢にも思わなかった。安心して、私は寛大な人間だから。泥棒とは争わない。私のものは姉様のものです。姉様が気に入ったら、どうぞお伝えください。この法比較の飾りは少し煩雑すぎる気がします。妹が静かに過ごすには不向きです。陳総監、一緒に持って行ってください。はい。部屋がすっきりしましたね。そうそう。妹。さっきざっと見たところ、私の嫁入り道具以外に、結構な貯金があるようですね。それは私のものです。わかってます。妹もさっき言ったでしょ？あなたのものは私のもの。一緒に持っていきますね。妹はこれからも貯金を続けて。私の将来の幸せは妹次第です。私。側妃、どうなさいました？側妃。三兄、本当に三兄嫁と他の男の子供を養っているんですか？かわいいな、こっちおいで、いい子たち、四おじが抱っこしてあげる。私を見ないで、私を見ないで。三兄、一人抱っこさせてよ。お兄ちゃん、この人って人食い狼みたい。妹、みたいはとっていいよ。さあ、怖がらないで。四おじが明日、連れ出して遊ぼうか。お菓子を買ってあげる。お出かけ。本当に屋敷の外に出ていいの？ BA バオと妹。一度も外に出たことないよ。はずって楽しい？ミューヨンランの言う通りだ。子供は絶対に裕福に育てないと、ニンに。簡単に騙されてしまう。もちろんです。じゃあ、四おじが、明日連れ出して遊んであげます。やったー。ルイング、子供たちを連れて少し遊ばせて。はい。三兄、この2日間、朝廷ではあなたのことで、大騒ぎです。他人の子供を養っているとか。すでに情報を封鎖しました。BA バオとゾウゾウの情報は、誰が漏らしたのか。これは、三兄。彼らを私に預けてみませんか？私が育てます。どうせ朝廷では彼らの噂なんて気にしませんから。七王の叱責も恐れない。自分の子じゃないからってどうしたっていうの？人ってそんなに杓子定規に考えちゃダメだよ。甘いわね。三兄さん、そんなにケチケチしないでよ。別にあなたたちを引き裂きに来たんじゃないの。仲間に加わりに来ただけよ。来い。客を送れ。三兄さん、じゃあこうしましょう。明日あなたと子供を迎えに来るから。一緒に出かけましょう。じゃあ、行ってきます。
本王に用か。私の嫁入り道具のことですが、王様、返していただけませんか？お前の嫁入り道具がどこにあるか、お前自身が知らないのか。 6年間も閉じ込められていたんです。世間から隔絶されていたのに、どうしてわかるでしょう。ミュウヨンラン、本王を疑っているのか。お前の嫁入り道具を横領したと。そんなつもりはありません。ただ、この王府があまりにも貧しいような気がして。だから、少し嫁入り道具を取り出して補填しようと思っただけです。ミュウヨンランは当初、資金を調達するために、あの書生と駆け落ちして嫁入り道具をすり替えたくせに、今更、そんな芝居を打つとはな。なぜそんな目で私を見るの？嫁入り道具が欲しいというなら、本王がお前に見せてやろう。お前が持ってきた嫁入り道具を。絶対に確かめなければ。私の嫁入り道具に。一体何が起こったのか。これら全部が私の嫁入り道具です。元の主は本当に頭が悪いわ。嫁入り道具がすり替えられても気づかないなんて。もしこれが、中半期青の仕業でないなら。残るはミュウジンロウしかいない。お母さん、もし。BA バオの言う、もしだけど、私と妹が、大悪党と遊びに行ったら、お母さんは悲しくなりますか？出かける？不定を出るの？ヨンおじさんが私たちを連れ出して遊びに連れて行ってくれるって。ちょうど明日、用事で出かける予定だったの。お母さんも行っていい？もちろんよ。でもお母さんがくれた。ご信用の役割はちゃんと持っていきなさい。やったー。この5年間ずっと声援に閉じ込められて、子供たちには辛い思いをさせたわ。お母さんが必ず連れ出してあげる。外の世界を。色とりどりの素晴らしい世界を体験させてあげる。ゾウゾウ、気に入った。好きならヨンおじさんが買ってあげるよ。買うの？よくないんじゃ。絶対買うぞ。ヨンオは買えない。なぜ？子供を売買するのは違法だ。小僧がうちの娘、命に手を出すなんて。結婚して3年も子供がいないのに、側室を迎えることを考えたことは。三兄、それはあなたが言ったじゃないか。男は浮気してはいけないと。言っとでなければ。それに、もうミンフィをめとったんだ。彼女一人で十分だ。この女はもう。三兄、戦女だよ。三兄、俺は間違っていたかもしれない。三兄、男は一途でなければならないが、もし歌人。こんなに美しいなら、俺もいいかも。お前はダメだ。冗談だよ、三兄、あなたと裏庭のあの方。こんなに険悪で、ガワヒさえ無理やり迎えた。心優しい人を探すことを考えたことは？20年も三兄が、こんなに女の子を見つめるなんて、鉄樹が花を咲かせたようだ。お嬢様、主眼閣に行きましょう。三兄、さっきのあの娘、主眼閣に行ったみたいだ。きっと高貴な出だ。主眼閣ってどこ？主眼閣は2年前に突然現れた。女性専門の店だ。うちの嫁は主眼閣の化粧品が大好きで、この前、いくつか買うために、手のひらサイズの化粧品に300両も使った。胸が痛い。だから、この女はきっと高官の家の出だ。でないと、普通の人には到底手が出ない。主眼閣の品は。ねえ、三兄、ついでに見に行かない？
いいよ。これもいいね。彼女の踊りは本当に上手だ。ミューテの日だ、やっと会えた。前にダメ男に収われてると言ってたけど、今現れたということは。もう牢から抜け出したの？あのダメ男、子供の安全で脅してくる。まだ逃げられない。そんなことが。ミューラン。あのダメ男はどこ？本夫人が。代わりにぶちのめしてやる、ナラン夫人。見て、ナラン夫人だ。ナラン夫人、子孫 VBEBEB 追行一番乗り。奥様、お姿に気をつけて。おめでとうございます。奥様、体内の残毒はもう排出されました。ミューラン、あなたのおかげで、そうでなければとっくに死んでいた。奥様、お気遣いなく。ムーラン、本当に手伝わなくていいの？あなたのご主人が王子でない限り、誰であろうと。私があなたを苦境から救い出します。もし王子だったら、彼だったら。シャオアーにこっそり殴らせましょう。でも、うちの不運な主人、まさに王子なんです。ムーラン。大丈夫です、奥様。自分で何とかします。案ずるより産むが安し、なんとかなりますよ。ご主人様、5歳のお子さんが2人、お母さんを探しに来たそうです。名前はバーバオとジョージョ。この子たち、どうやってここまで来たの？早く中に入れてあげて。お母さん。この2人の子、なんて。シャオアーが小さい頃にそっくりなの。奥様、これは私の子供です。バーバオとジョージョ。綺麗なおばさん、こんにちは。こんにちは。かわいいわ。どうぞ。奥様、それは困ります。ムーラン、うちの息子は役立たずで、この年になっても。孫の顔も見せてくれないの。バーバオとジョージョを見て、とても親しみを感じました。これは子供たちへのお土産です。断らないでくださいね。お金を稼ぐのがこんなに簡単だと知っていたら、朝早くから夜遅くまで。利用感を作らなくても、2人の可愛い子に愛情を振りまかせば、すぐに手に入るじゃない。綺麗なおばさん、ありがとう。私の年齢なら、あなたたちのおばあさんになれるわ。まだおばさんって呼ぶの？お父さんの姉妹はおばさん、お父さんの弟はおじさん。おじさんのおばあさんはお父さんのお母さん。すごいね。奥様、お帰りになりましょう。ムーラン、ミヤ。屋敷の規律が厳しいので先に失礼します。奥様、お体にお気をつけて。綺麗なおばさん、さようなら。さようなら。出てきた出てきた。三兄。ただ見てないで、早く話しなさい。お嬢さん、きっとうちの子の世話で。買い物する時間がなかったでしょう。そうだ、こうしましょう。三兄にもう一度付き合ってもらいます。三兄、弟がもう道を作ってあげたよ。早く足を上げて、上に進んでください。さっきは興奮しすぎて、紹介するのを忘れていました。こちらは私の三兄、中半期青です。ああ、漢王殿下ですか？お名前はかねがね伺っておりました。失礼いたしました。まあ、お嬢さんは三兄を知っていたんですね。それはよかった。失礼ですが、お嬢様のお名前を伺ってもよろしいでしょうか。ボウンラン。まあ、素敵なお名前ですね。お嬢さんは、ミューヨンラン、三兄。私の耳が聞こえないようです。とにかく、先に行きますね。そうだ。二人の子供は私が面倒を見ますから、三兄と義さんは楽しんでください。お母さん、またね。あなたと主眼格はどんな関係があるのか。なぜあそこにいた？私が言ったら、殿下は信じてくれますか？殿下ご自身で調べられたらどうでしょう？
調べれば、きっと驚きがありますよ。ヤンラン、君か？やっと見つけた。あなたは誰？私を守るために、わざと知らないふりをしなくてもいい。私たちは相思相愛なんだから、他人を気にすることはない。これは元の主人公が好きだった書生だ。これが君が私に調べさせた驚きというのか。私じゃない。ヤンラン、怖がらないで。漢王殿下、6年前。ヤンランは私と天涯を駆け抜けることを承知した。でも彼女はあなたに囚われ、私は6年間待ち続けた。もうこれ以上彼女を苦しめない。今日こそ彼女を連れて行く。死にたいのか。友人郎がこんなに急いで。不義の男を私の前に送り込んでくるとはな。それも大勢の前で騒ぎを起こすとは、これは。私の不満を徹底的に崩すつもりか。私とヤンランは本当に愛し合っている。あなたが彼女の人を奪っても、彼女の心までは奪えない。君が間違っている。この王は君の命も奪える。ヤンラン、怖がらないで。君がくれた嫁入り道具。全部4年前に。私たちが約束したあの古い場所に置いたよ。覚えてる？彼を殺さないで。もう一度言ってみよ。彼を殺してはいけない。君はそんなに彼をかばうのか。中半キアを落ち着いて。もし彼が死んだら噂が広まって、私は黄河に飛び込んでも清められない。ヤンラン、わかっている。君は彼に見せるためにわざと演技をしているんだ。全部私を守るためだ。私。黙れ。クモラン、覚えてないの？ 6 年前、私たちは駆け落ちを約束した。あなたの嫁入り道具を、私たちが初めて出会った竹小屋に置いてきたの。信じられないなら一緒に見に来て。いいわ。嫁入り道具は確認するべきね。漢王様、汉王妃様にお会いしました。閣下、ソングティンギュー。本妃が彼に嫁入り道具を渡したとして、本妃の潔白を誹謗中傷した。ぜひ閣下に承認になっていただきたい。王妃様、お気遣いなく。屋敷で反省してるはずなのに、ここで何してるの？殿下、ロイヤールはお嬢様がまたあの男と、窮状を燃やしていると聞き、心配して駆けつけました。劉夫人。長い間会ってなかったのに、相変わらず陰口が上手ね。ソングティンギュー、中身の嫁入り道具が、私からの贈り物だと確信してるの？間違いない。閣下、お手数ですが、人をやって中身を取り出させてください。あの嫁入り道具が出てくれば、殿下はきっと激怒する。その時こそ、ミューヨンランは完全に終わる。なぜミューヨンランの嫁入り道具だ？突然私の嫁入り道具の箱に変わったの？母上、もしあの箱の中身が私の嫁入り道具だと見られたら、黄河に飛び込んでも汚名は晴らせない。殿下、あのソングティンギューは詐欺師です。彼は王妃様の嫁入り道具を騙し取り、王妃様と不貞関係があると誹謗した。その後金を持ち逃げし、この数年、何度もロイヤールに金を要求し、拒否すると、王妃様の名誉を傷つけると脅した。ロイヤールは王妃様を守るために、少しずつ嫁入り道具を渡していた。劉夫人、これは橋を渡り終わったら橋を壊すつもり？殿下、姉上、私がこの、卑劣な詐欺師を信じてしまったせいです。このゲスが、嘘つきめ。じゃあ、これらはどう説明する？ソングティンギューに脅迫され、ロイヤールは仕方なく渡したのです。ルイング、早くこの詐欺師の口を塞ぎなさい。引きずり下ろして、姉上の潔白を汚さないように。妹、何を急いでるの？
ソングティンギュー。まだ何か言い残してることは？漢王殿下、私と王妃様の間は清らかです。このすべては、柳氏親子の策略でした。彼女たちは私に多額の銀を与え、王妃様を誘惑させようとした。ユヨンランは貧困の夜に自ら顔を傷つけ、犯されたと宣言したが、それは彼女の策略だった。もし犯されたのが嘘なら、リーエーバオゾウゾウは私の子供だ。そう帝玉、死に際だ。でたらめを言うな。証拠があるのか？証拠はありません。王こそ証人です。いやいや、違います。大人、本当に知りません。何を言ってるんだ？王を屋敷に連れ戻せ。本王が自ら尋問する。宋帝玉については、本王は、フイデンが公正に処置すると信じている。はい、下官は必ずこの件を徹底的に調査します。助けて。殿下、法比較の下人がたびたび過ちを犯し、妹に迷惑をかけています。すべて屋敷から追い出し、妹に新しいものを選んであげましょう。任せる。はい。まだ白状しないのか？10時。おそば室。はどうなった？あら、妹が目を覚ましたのね。ボーン嵐、何しに来た？竜を側室。6年前。あなたは宋帝玉の一家を殺害させた。だが宋帝玉は外出中で難を逃れた。そしてあなたの手下は彼の父親を二刀刺した後、川に投げ込んだ。間違いないだろう？何を言ってるのかわからない。残念ながら人は死んでいない。ありえない。竜を側室、信じられないならそれでもいい。人を雇って殺すなんて。お側室が牢に入れば命で償うことになりますよ。王妃。あなた、何が欲しいの？私の嫁入り道具。戻ってくるはずよね。あの嫁入り道具は、とっくに王妃が持ち出したんじゃないですか？今どこにあるか、王妃ご自身がよくご存知でしょう。話し合いの余地はなさそうね。待って。よく考えてみたわ。確かに見つかるはずよ。では竜王側室、探して戻してくれるようお願いね。ほら、妹の嫁入り道具、わざわざ届けに来たわよ。お側室、どうすればいいですか？まずはあなたので補うしかない。どうして？大丈夫、あなたのものは。必ず全部取り戻してあげるから。あ、これ。どうしたの？どうしてこうなった？なんというミューヨンランだ。完全に騙されたわ、嫁入り道具。私の嫁入り道具が全部なくなった。お母さん、大悪党は私たちが嫌いなの？彼が何かした？リーエーバオを不快にさせたこと？いいえ、リーエーバは人の話を聞いただけ。大悪党はお母さんも私たちも嫌いだって。百聞は一見にしかず、多くのことは。耳だけで判断してはいけない。自分の目で見ることも必要よ、わかった？
わかった、お母さん。私たちには目と耳だけでなく、賢い頭もある。目で見たこと、耳で聞いたこと。全部自分の頭で考えなさい。BA バオは本当に賢いね。BA バオとゾウゾウ。明らかに中半期青を気にかけている。彼らに必要なのは良い父親。だから、離れることは考え直さないとお休み。王妃様。王妃。王様があなたと2人のお子様に新鮮な果物を届けました。わあ、果物だ。BA バオ、ゾウゾウ。どう思う？理由もなく親切にするのは、何か企みがあるに違いない。大自然の恵みに感謝。一計失敗してまた一計、大悪党はやはり諦めない。BA バオ、言ってごらん。この中半期青、一体何を考えているの？どうして終わりがないの？王様、もう30回も聞かれました。王妃様は確かに物を受け取りましたが、何もおっしゃいませんでした。BA バオとゾウゾウは、卑弥呼は自分の部屋で刑法を勉強しています。お嬢様は緑宮で水遊びをしています。ゾウゾウが来た。はい、外にいます。行こ捕まえた。捕まえた。わあ、お嬢様すごい。かっこいい。う。ゾウゾおじさん、ゾウゾウが大きな魚を捕まえたよ。帰ろう。お母さんとお兄ちゃんにスープを作れるね。う。おじさん。そうだよ、おじさん。わかった。今日お母さんはお父さんのこと話してた。いいえ。どうやら、いい音を呼び方するな。俺をパパと呼ぶには、別の方法を考えないといけないな。逃げるな。来い。ゾウゾウ、俺をなんて呼ぶ。悪いおじさん。BA バオ、俺をなんて呼ぶ。おじさん。三強。うん。いい子だ。ゾウゾウ、俺をなんて呼ぶ。三強。パパ。お父さん。呼んで。BA バオとゾウゾウは賢すぎる。呼び方を変えるのは簡単じゃなさそうだ。殿下、宮中から使いが来ました。BA バオとゾウゾウを連れて行け。はい。行け、ゾウゾウ。皇帝の口頭の命令を伝える。漢王の折衝が多すぎて、太后の病状が悪化した。即日から経典を百貫写経することを命ずる。
漢王、早く命令を受けて感謝せよ。殿下は自分のせいで、大号の体調が悪化したことを聞き、落ち込んでいたのです。殿下、感謝してください。臣、命令を受けて感謝します。三卿、父上はなぜ突然罰を下したのか。主眼閣から戻ったばかりで、外ではもう噂になっている。大号の病状が悪化し、金天官が占ったところ、漢王の殺傷が多すぎるため、大号の体調が悪化したという。三卿が敵を倒したのは国のためだ。金をもらって何もしない金天官め、俺が言ってやる。いい。殿下、写経の準備をしましょう。写経。そう、写経だ。ああ、愛花の頭が痛い。皇祖母様のご不調を聞き、早く宮中にお見舞いに行くべきでした。今のご様子はいかがでしょうか？漢王府の皆さん、愛花の貴夫人を殺したのはあなた方でしょう。あなた、よくもここに来られたわね。あらあら。愛花の頭がひどく痛むわ。ああ、太后様、誰か来てください。太后様が頭痛の発作を起こされました。急いで皇帝に報告してください。桂、愛家の頭が本当に痛いのよ。今回は太后様、演技じゃないみたいですね。もしかして太后陽は本当に発病された？急いで医者を呼んでください。皇祖母、どうなさったのですか？皇帝陛下がお見えになりました。ひどく痛むわ。父上にお目通りいたします。皇祖母、大丈夫ですか？皇帝陛下、皇太子殿下にお目通りいたします。皇祖母はお元気だったのに、どうして突然頭痛が？皇帝陛下、藩王妃が太后様を怒らせて病気にされたのです。天文台が申しておりました。太后様のご体調が優れないのは、漢王の殺傷がたたっているからだと。京様王が宮中に入り、太后陽の症状が急に悪化しました。これは？三郎、お前の殺気が強い。すぐに宮に戻って謹慎しなさい。父上。皇祖母のご体調が優れないと聞き、王様は、私と二人の子供を連れ、夜を徹して経文を移し、皇祖母のために祈りました。王様の孝行心は天をも動かすほどです。それでもまだ、国を守るためやむを得ず敵を倒した時に、ついた殺気を帳消しにできないのでしょうか？父上。せめて王様が写経した経文を皇祖母にお見せください。父上、真の孝行心です。どうかお許しください。許す。愛花の頭がひどく痛むのに、何の経文を見せようというの？痛くない。愛花の頭が痛くなくなった。皇帝陛下、太后陽の脈はすでに安定しております。霊薬でもないのに、この経文が効くわけがないでしょう。私は経文に薬の粉を混ぜました。太后様がこれを書いたので、頭痛が自然に治ったのです。皇太子は殺気で中半期矢を押さえつけようとした。今日は行動を利用して、完全に中半期矢の立場を確立してやる。これから誰が彼を不幸で不吉だと言えるだろう。三郎、お前の孝行心は重い。父はよくわかっている。立ちなさい。父上、ありがとうございます。この字は本当に上手だな。じゃあ、院生。はい。持って帰ってよく見てみなさい。この字はどうだ？太后様に申し上げます。この字は確かに素晴らしい。理心、感服いたしました。中半期矢が、経文に細工をしたのではないか。しかし太后陽の痛風が治ったのは、あまりにも偶然すぎるのではないでしょうか。本の巻物に仕掛けた細工は誰にでも見破れるものではない。もし明神郎が太后に使った猛薬のことがバレたら漢王府全体が巻き込まれる。今回は明神郎に甘すぎた。陛下にお目通り。陛下、漢王に関わる人命事件がございます。臣、独断で処理できず、
ご報告に参りました。陛下、使者ソングティンギューは5日前、ハン王妃に仮装を騙し取ったと訴えられ逮捕され、昨日獄中で自害し、血文字を残しました。ハン王妃の子供は、自分の子だと。これはどういうことだ？父上。陛下。この件は、目掛けから説明させてください。いいえ。小、陛下にお目通り。入蘭、入四蘭。ナラン夫人はなんと、中半キヤオの母、レヒ様でございました。小、お祝いのご報告に参りました。どんな祝い事だ？皇室に、ついに女の子が誕生いたしました。本当か？間違いありません。5年前。ヤンランが双子を出産しましたが、老僧が、キヤオ ER の運勢が子と相国するといい、子を守るには、王妃と距離を置く必要があると。子が5歳を過ぎてから近づいても良いと。故にキヤオ ER は誰にも告げず。今、子は5歳を迎え。キヤオ ER は安心し、目掛けに打ち明けたのです。その子はどこだ？天外で待っております。無礼千万、日差しで子が参る、早く。中へ通せ。臣、父上にお目通り。李英馬を増々。高祖トト様にご挨拶を。高祖トト様、ごきげんよう。いけない。ああ、我が可愛い孫たち、こっちへおいで。高祖父のところへ。皇室が女子を望むのは本当だな。高祖トト様、とってもかっこいいです。そうか、まあまあだな。高祖トト様、母上がおっしゃってました。あなたは大竜で、一番偉い方だと。皇上、この2つの子供の身分はまだ疑問が残っています。まず明確にする必要があります。先帝が私に言ったことがあります。皇室の娘は貴重で、その身には、必ず蘇家の印が残されていると。父上、おっしゃるのは腰のあたりに。月のような形のあざがあるということですか？そうです。これはまさに私たち蘇家の大切なあざです。よし、今中半期青が。突然娘ができ、それも縁起の良い男女の双子だと。これは私にとって非常に大きな脅威です。皇上、おめでとうございます。ああ、ダメダメ、ほうほう。この金の玉は硬いから。あなたの小さな乳歯を傷つけないように気をつけて。皇子寺、あなたに会ったら殺されちゃうの？殺すだなんて。殺されちゃうの、こうやって。誰に聞いたの？みんな言ってるの、リエーバオと妹は。お父さんのいない子で、皇子寺に会ったら。皇子寺が人をやって私たちを殺しちゃうんだって。皇子寺、私たちにはお母さんとお父さんがいるの、私たちは。誰にもいらない野良の子じゃない。皇上、私も王子の血筋の純血のために、だからこそ。陳は君に時間をやる、しっかり調査しなさい。いつ調査がはっきりしたか。いつ外で陳の孫と、孫娘の噂がなくなったか、その時に戻って報告しなさい。さっき皇上は一人で、大使と重半期青を残した。私の心はいつも落ち着かない。母妃、父上はただいま、私に落城へ生き疫病を鎮め災害を救うよう命じました。時間が迫っているので、二言だけ言ってすぐ行きます。何ですって？ヤンラン。君と子供たちは状況でしっかり自分たちを守ってね。はい。ヤンラン、これ。持っていて、リーエーバオが特に君に送るんだって。
母妃、行ってきます。どうか気をつけて、疫病は冗談じゃないから。シャーシャー。中半期青。時間が急で他のものを準備する暇がなかった。我慢して使ってね。あなた、何かあってはいけないよ。これからも私と子供たちの幸せな生活のために、力を貸してね。安心して。彼は何をしているんだ？もしかして何か言いたいことが、直接言いにくくて動作で伝えているのか。メモを渡すとか。行ってくる。体に気をつけて。はい、わかりました。メモはない。もしかして他のもの？いや、彼は何を暗示したいのか。まず中半期青は除外。私に好意があるという選択肢。他に何か言いたいことがあるのか。まさか私の顔に何かついてる？何もないけど。今は大事なことがある。疫病の感染力は強い。急いで薬を準備しないと。中半期青に届けないと。ご主人様、主眼閣の主人であるという噂が広まっています。庶民の間で話題になり、噂が広がるうちに、あなたは真意だと伝えられ、さらに、落城の疫病は誰も治せないが、あなたが手を貸せば、必ず治ると言われています。王妃様、宮中からお召しが。太后様がすぐに参るようおっしゃっています。孫嫁、高祖母様にご挨拶。お立ちなさい、ヤンラン、聞いたわ。あなたには疫病を治す方法があると。姉上、あなたは鬼で異性の孫弟子でしょ。妹としてお願いします。早く手を打って。かわいそうな庶民を救ってください。元踊り手を打つつもりだったが、自発的と強制では、全く別物だ。友人老は最高の道徳的高みに立ち、被災者のために訴えている。私が治せなければ罪人にされる。命を落とすかもしれない。行かなければ。庶民は私が見殺しにしたと思い、名声は失われる。なんと悪質な罠だ。高祖母様、私は。落城の被災者がかわいそうだと思うなら、あなたが自分で行きなさい。ぜひ、どうしてここに？太后様にご挨拶。お立ちなさい。心象は知りません。どの畜生めが。ヤンランを疫病を治せる。真意だと吹聴したのか。これは明らかな悪意だ。弟子様、太后様の前でそのような言葉遣い。あまりに下品ではありませんか。本宮は清涼の出身で、性格がそやで場違いです。それに、妾であるあなたが批評する立場ではない。私が言った畜生めはあなたではない。何を慌てているのか。皇上様おしげるり。母公、今日の件は陳も承知した。
陳はこれが適当でないと思う。父上、嫁は落城へ行くことを願います。嫁は皇室の一員として大衆の安寧のために当然の務めです。微力ながら貢献させていただきます。しかし嫁は真意でもなければ疫病に遭遇したこともありません。それでも落城の被災者のために力を尽くしてみます。よし、勅命を下せ。藩王妃は大義をわきまえ、自ら進んで落城へ向かうことを申し出た。民の苦しみを救うため、万流金杯を賜る。この金杯を見れば陳に合うがごとし。各州府は全力で協力せよ。逆らうものがあれば、容赦なく処断せよ。父上、ありがとうございます。そういえば、妹も落城の被災者のことを気にかけているようだ。一緒に行かないか？私は怪我をしている上、太后様のお世話もあります。姉上と一緒に行くことはできません。それは残念だ。ところで、妹が王府に嫁ぐとき、たくさんの嫁入り道具を持ってきたそうだ。その一部を被災者の薬代として寄付してはどうか。妹は惜しまないか？聞くところによると、嫁入り道具は80台もあるそうだ。では半分を出すように。はい。関王と藩王妃は落城のために力を尽くしている。側妃であるあなたが傍観しているわけにはいかない。では、1日4時間経を唱え、2人の無事を祈るがよい。彼らが無事に帰るまでだ。陛下のご厚意に感謝します。三卿、私はもうダメかもしれない。バカなことを言うな。三卿、ちょっとつねって。幻覚が見えるみたいで。三兄嫁が見える。ヤンラン。ここはあなたが来る場所ではない。飲み込め。三兄嫁、自分でやります。薬を飲むだけではダメだ。ダメダメ、三兄嫁、もう一度見てください。私はまだ救えるはずです。つまり、飲み物で飲まなければならないということだ。そういえば、BA バオが持ってきたあの錦鯉の包みは？中のものは使ったか？これは。ほら。この錦鯉の包みには秘密があったのか。三卿、私たちバカだったね。待て。前に言っただろう、この錦鯉の包みがなぜあんなに重いのか。開けてみようとしたが、三兄が開けるなと言った。開けたら BA バオが起こるからだ。寝てろ。ヤンラン、落城は今とても危険だ。早く離れろ。私は行く。あなたは？落城には誰かが守らなければならない。だから、お前は落城と運命を共にするつもりか。はい、偉大なる関王殿下。どうぞ落城をしっかり守ってください。私に関しては、ご心配なく。ヤンラン、ここは危険すぎる。もしものことがあったら。私 BA バオとゾウゾウはどうすればいいんだ？ BA バオとゾウゾウのことをまだ知っているんだな。もしお前が死んだら、彼らにどう説明すればいい？ニューヨンランこの幼女め。来たばかりで私たちの家族を焼き殺そうとする。みんなで突入して彼女を殺せ。関王が城門を封鎖し、私たちの生きる道を断った。藩王妃が来ると、私たちの病人を引きずり出して焼き殺す。私たちは何を間違えたというのだ。みんなで突入して、あの二人の大臣を捕まえよう。彼らに代償を払わせよう。騒ぎを起こした者は引きずり出して、即刻斬首せよ。
事案理は私が偶然作ったものだ。武芸に優れ、仕事もテキパキしているので、側に置いて、俺にした。もしニューヨン団が来たばかりで、まず何人かの難民を殴り殺し、それで、疫病の治療薬も出せないなら、これらの難民は、必ず彼女を引き裂くだろう。その時、私も、確かの意も出せる。あなた自分にも、引きずり出したのは、一焼きにしてしまおうというつもりか。私たちの家族を解放しろ。私たちの家族を返せ。私は各家の重病人を裏庭に送り、治療するよう命じた。あなたたちは私が彼らを焼き殺そうとしていると思ったのか。そうではないのか。それならば、あなたたちは私についてきて、真実を確かめてみるがいい。父さん、あなたは病気で寝たきりじゃなかったのか。どうして突然良くなったんだ。王様と王妃様が慈悲深く、私たちを診察に連れて行ってくれた。それに無料で薬も配ってくれたんだ。王妃様、お許しください。私たちは誤解しておりました。王妃様、お許しください。私たちは誤解しておりました。騒ぎを起こしておいて逃げようとするのか。王妃様、この男です。ずっと叫んでいて。あなたが私たちの家族を焼き殺すと言っていたので、誤解してしまいました。事案理、連行して、しっかり尋問せよ。王様、難民の状態はすべて好転しました。あなたと王妃様に感謝します。急げ。外の状況はどうだ。心配するな、すべて問題ない。それでは、ゆっくりで。まず何か食べて、少し寝て。BA バオとゾウゾウがちょっと恋しい。落城のことが終わったら、迎えに行こう。いいよ、ゾウに連れ帰る。はい。落城の災害は収まりました。本王は今日、王妃と共に去ります。皆さん安心して、九条を再建してください。また会いましょう。漢王殿下、千歳万福。王様。私たちはただの夫婦関係です。
これから私の髪を拭かないでください。夫婦関係。わかりました、ヤンガン。おはようございます。王様、宿場には一つの部屋しかありませんが。私たちは単なる夫婦関係ですから。同室でも別々のベッド、同ベッドでも別々の布団という、男女の基本原則を守りましょう。王妃の言うことは正しいか。私の間違いです。初めてだから許しますが、次回は、気をつけてください。はい、覚えました。王妃、頭を上げていただけますか。腕を抜きたいのですが、少し痺れています。王妃、足を上げていただけますか。足も少し痺れています。先に洗面して、私は朝食の準備をします。3兄さんと3兄嫁さん、あなたたちは。特別な状況です。ああ、わかってるよ。3兄さん、5年も経って。やっと雲が晴れて月が見えたね。おめでとう。漢王と藩王妃は疫病平定に功績があり、皇帝は特別に宮中宴を設け、漢王夫妻を歓迎します。リーエーバを、ゾウゾウ、焦らないで。父さんと母さんがすぐ来ます。ちょっと口喧嘩して。母さん。ゆっくりで、階段に気をつけて。母さん、ゾウゾウ、会いたかった。会いたかったよ。私も会いたかった。さあ。父さんもゾウゾウを抱っこする。はい。ああ、チクチクする。三兄、どうしたんだ？見て。私の可愛い孫娘をチクチクさせた。来い。父王にお目通りしなさい。よくやった、苦労をかけたな。座れ。三弟、お前と三弟前は今回都を離れ。父上は大変心配しておられたぞ。こんなに早く帰ってくるとは思わなかった。道中、後人の助けがあったのか。大使用の一言で公認宗介の功績を、中半期青のすべての功績を抹殺しようとするのか、夢を見るな。父上。父上、ご存じないでしょうが、今回の落城の災害救援は本当に大変でした。そうです。はいはい。今回の件、確かにお前たちは苦労した。父上、私が言っているのは私たちではなく、落城の民衆のことです。父上、落城の水害では、誰かが救援銀を横領したため、民衆は食料も家もなく、子供を交換して食べるほどでした。ついには疫病が発生し、多くの死傷者が出ました。そういうことだったのか、そんなことがあったとは。父上、あの人物は被災者を見殺しにしただけでなく、あちこちで被災者を扇動し、私と王様の救援を妨げようとしました。では、その犯人は分かったのか。その人物こそ大使です。大使だったのか。父上、冤罪です。三弟、こんなでっち上げをするなら証拠があるのか。大使様、あなたの側近たちはすべて自供しました。父上、今回の救援銀は今、東宮にあります。
これは。父王、なんと大使め、者ども。すぐに東宮を捜索して救援銀を見つけ出し、大使を連行せよ。東宮に幽閉し、勅命なしでは外出を許すな。父上、こんな仕打ちをなさらないでください。父上、息子は間違いに気づきました。父上、漢王様。今回の二人の災害救援の功績と真相究明。報奨を与えよう。父上、報奨は結構です。ただ今回の落城の一件が、役人たちへの教訓となり、このような苦難が、二度と大衆の民衆の上に降りかからないことを願います。BA 馬も力を貸す。ここ数年、陳は大使の育成に一心だったが、キアオ ER のことをおろそかにしていたな。来い。ゆっくりと。BA ボードゾゾは眠ってしまった。彼らを緑居に送り届けなさい。気をつけて。はい。王様。どけ。王様、目かけは毎日今日を唱えひざまずいて。王妃様とご無事でお帰りになることをお祈りしておりました。願いが叶い、本当に嬉しいです。心から感謝しております。行ってきます。これから毎日、仏様に感謝の祈りを捧げます。ガワヒ様、ガワヒ様。王様は？王様と王妃様は、とっくに乱水居にお戻りですよ。カミソリを持って尼寺に行くようなもの、自ら恥をかきに行ったようなものですわ。弟様、すごい。ゾウゾウ、こっちおいで。BA 馬を、大丈夫。3人の武術の達人、朝ごはんの時間じゃない？お母様。弟様、お母様を抱っこしながら憲法してもいい？いいよ。何がいいよ。ダメ。弟様、すごい。中半キアをふざけないで下ろして。王妃、今、本王がダメだと言ったな。いいえ、あなたは最高です。誰よりも素晴らしいですから。下ろして。早く下ろして。あなたは最高。この二人ののよっこが現れてから、王様は完全に私を無視しています。おば様のおっしゃる通り、早く王様と夫婦の契りを結ばなければ。子供さえできれば、王様の心をつかめるはず。王様、王妃様、ごきげんよう。ルイーング、二人の小さいお方様を。連れて行って着替えさせて。何しに来たの？王様。姉様を落城に行かせた件、私の配慮が足りませんでした。落葉の民を救いたい気持ちはありましたが、姉様の安全を考えていませんでした。王様と姉様、どうか、私に償いの機会を与えてください。妹さん、どう償うつもり？このリストは私の全財産です。姉様に献上させていただきます。王様、どうなさいます？本王は騒がしいのが嫌いだ。これからは本王の命令なしに、乱水居に来る必要はない。王様。退け。
はい。ここまで卑屈になっているのになぜ王様は、まだこんなに冷たいのですか？全部ミューヨンランのあの女のせいよ。王様に私の悪口を吹き込んだんだわ。ミューヨンラン、私を苦しめるつもりなら、あなたも楽にはさせないわ。妹、行ってらっしゃい。見送りはしないよ。王様、このミュージンローは美人ですよ。王様は女性をいたわる気持ちが足りませんね。この王は、自分が気にかける人だけを大切にする。他の人には、理解する必要もないし、したくもない。王様、王妃様。国王府の老婦人から伝言がありました。国王夫人の体調が優れないそうです。王妃と川妃にお帰りいただき看病してほしいとのことです。この老婦人は元の主人とその母親をずっと冷遇してきた。なのに今回は私とミュージンローを一緒に帰って看病させようという。さて、彼女の魂胆は何なのか見てみよう。ゆっくり来て。ヤンラン。妹。王様、ヤンランは気難しい性格で、人狼のように優しくて賢くはありません。あの時のことは、この老婆が代わりにお詫び申し上げます。会った途端に私の代わりに謝罪するとは、元の主人のこの祖母は、本当に私に罪をかぶせるのが上手だな。王妃は素晴らしい方です。あの時のことは全て誤解でした。もう話題にしないでください。側妃など、王妃と比べる資格などない。父上、母上、お二人のご様子はいい子だ。王妃様にお伝えします。医者の話では、夫人はもう大丈夫だそうです。父上、私は嫁いだとはいえ、まだあなたの娘です。そんなに堅苦しくすると、かえって距離を感じます。母上、ほら、ヤンランは嫁いでも。まだ私の可愛い娘だと言ったでしょ。なのにあなたは、ヤンランは私たちと親しくするのが好きではないと言って、距離を置くようにと言ったじゃないですか。妹、あなたが帰ってくると聞いて、兄は一晩中あなたの部屋を、隅々まで3回も掃除したんだ。私も、一晩中髭を剃っていたよ。母上の体調が優れないようなので、まずはご挨拶に行きます。娘、元気でね。行こう。母上、心配しないで。母上はすべて手配済みです。大変です、夫人。夫人が。下血が失われ、脈が弱っています。もう少し遅かったら、元の主人の母親は殺されていたところです。いや、私はしばらく前に来ていた。しかし後から誰もついてきていない。あの老婆も、私に気づかれないように部屋に何かあるのを隠している。夫人、どうしてそんなに早く行ってしまったのですか？何をする気だ？気をつけて。夫人。ヤンラン、
これはどういうことだ。母上は、奥様、どうしてこんなことに。今朝まで医者は、母上の容体が良くなっていると言っていたのに、たった数時間で。どうして。お姫様です。奥様を殺したのはあの方です。無礼者。王妃様を誹謗するとは、命が惜しくないのか。ヌは嘘をついておりません。医者は奥様に静養が必要だと。風に当たらないようにとおっしゃいました。お姫様が窓を開け、もぐさの煙を消してしまったのです。この不忠不孝のろくでなしめが、母を殺すなど、天が許さぬ所業だ。殿下、ニューヨンランはこのような、畜生にも劣る行為をしたのです。反王妃など務まりません。どうか命だけはお助けください。離縁するだけで結構です。老臣が伊織に送り、仏門に入らせ、罪を償わせます。奥様、私の結末まで決めてくださったのですね。祖母が冷酷だと思うな。これ以上お前を押し付けなければ、いつか取り返しのつかない大罪を犯すだろう。殿下、すぐに筆記用具を準備させます。殿下はとっくに離縁したくてたまらなかったのでしょう。それもいい。そうすれば、殿下は大義のために親戚を断つお人だと。本王は大義のために親戚を断つなど知らん。本王が知っているのは、理屈より身内を助けることだけだ。ヤンラン、私はあなたを信じている。老婦人、義母は一体どうして亡くなられたのか。本王が自ら調べる。これ以上誰かが、王妃を誹謗するようなことがあれば、決して許さぬ。あなた。幽霊だ。母上、奥様。ヤンラン。母上、私です。私のヤンランは無事だった。あの時ミュージンローはヤンランが、天下に聖園に閉じ込められ、生き地獄だと。私のせいだと思い、生きる望みを断ち、死ぬことしか考えませんでした。奥様、あなた、どうして私は死んでいない。生きています。がっかりさせてすみませんね。でも、この病気で、多くのことがわかりました。ジャコウとサワランは相乗効果で、滑血作用が倍増します。私の不正出血が長引いていたのは、あなたが送ったこのお香のおかげですね。これは一体どういうことだ。旦那様、目かけは奥様が酔いを眠れないと聞き、使用人に香りを作らせたのです。奥様の安眠のためです。サワランだなんて、目かけはそんなもの知りません。もしかしたら、奥様の診察をしていた医師が何か仕組んだのかもしれません。兄上、次兄。ルイングと一緒に行って、母上を見ていた医師を連れてきてください。はい。王妃様、国交夫人を見ていた医師は、すでに罪を恐れて自害しました。悔い改めの手紙だけを残して。このファング医師は、実は次女に言い寄ったことが、奥様に見つかり、追及を恐れて、密かに毒を持ったのです。本当に許せません。すべて誤解だったのなら、これで終わりにしましょう。祖母上。母上、柳は不覚を働き、奥様を危険にさらしました。家の管理は、やはり私の妻に戻した方がよろしいかと。ヤンランの父として厚かましいお願いですが、数人のババアヤを、あなたの母上のお手伝いとして派遣してください。もちろん、母上の光沢の管理をしっかり手伝えるものを選びます。自分の屋敷に戻り、これからは再会沐浴して仏に祈るがよい。奥様のために祈りなさい。
人狼については、これからは、妾としての規律を厳守し、王子と王妃様によく仕えなさい。簡単に国王府に戻ってはなりません。父上、旦那様。父上、私はもう娘ではないのですか？当初、あなたが漢王府に妾として嫁ぐと決めたとき、私は言った。今生、あなたという娘はいないと。娘よ。旦那様、子供たちと一緒に王子をもてなしてください。私はヤンランと少し話がしたい。王子、こちらへどうぞ。ヤンラン、ここ数年は元気に過ごしていたか？母上、心配しないでください。私は元気です。今回娘が会いに来たのは、イーエバオとゾウゾウを連れてきていないからです。2日、3日したら彼らを連れて、祖母上に会いに来ます。BA バオとゾウゾウ。彼らは娘の子供たちで、双子の兄弟です。もう5歳になりました。王子との相性が悪く、やむを得ず別居し、子供たちと静園で数年暮らしました。今では子供たちの運勢も強くなり、避ける必要がなくなりました。そうだったのか。道理でここ数年、あなたの消息がわからなかった。我が娘よ。この5年間、苦労をかけた。母上、心配しないで。すべて終わりました。そうだ母上、あなたは来て異性の直弟子だったのですね。医術に精通し、あの香りがおかしいと知っていながら、なぜ早く言わなかったのか。竜おばさんに毒を盛らせて自分を害させた。あの時は母があなたを王府に嫁がせるように勧めたが、婚礼の夜に。あなたは静園に閉じ込められ、私は必死に頼んでも効果がなく。ずっとあなたを救い出す方法がなく、生きる望みを断った。死ぬことしか考えていなかった。それで竜おばさんにつけ入る隙を与えてしまった。母上。今日あなたが無事なのを見て。母のこのチューブラリンの心もようやく落ち着いた。母上、すべて私が悪うございました。こんなに心配をかけて。安心してください。今は本当に幸せに暮らしています。母上は体をしっかり養生して、早く良くなってください。あの竜おばさんにそんな大胆な真似はできないと思う。この件は、きっと老婦人と無関係ではない。でも母上はさっきなぜ私を止めて深く追求させなかったのですか？あなたの父は最も親孝行な人だから。私も彼を困らせたくなかった。この件はこれで終わりにしよう。もし次があれば、私はこんなに簡単には済ませない。暴運嵐、私はあなたになったのだから、これからは。あなたの家族は私が面倒を見ます。王様。今日のあなたは何かおかしい気がする。ただ突然、子供の頃の宮中の生活を思い出して。大号は母妃も私も好きではなかった。だから。私と母妃の生活は特に苦しかった。後に私は軍港を建て。母妃は妃に上り、生活が少しずつ良くなっていった。道理で大号はあなたに制裁の地位で、募金10をめとらせたのだ。彼女はあなたを恥ずかしめようとしたのだ。私たち姉妹を争わせ、あなたの高級を混乱させようとした。すべて過去のことだ。待て、何か忘れていないか。何？募金10だよ、私たちが帰るとき。彼女を呼ぶ人を頼まなかったよね。彼女はまだ国公府にいるよ。大丈夫。道を知らないわけではない。じゃあ彼女は放っておこう。まず宮中に行こう。八宝と収集を迎えに行く。そうしないと、夜にならないと父上は人を返してくれない。うん。何の匂い？とてもいい香り。王様、今日はお疲れ様でした。早くお休みください。お気をつけて。喉が渇いたらお茶を飲んでからお帰りください。どうぞ。お母さん、収集の手が痛いよ。
見せて。我慢してね。BA バオ、怪我してない？お兄ちゃん、怖がらないで。ゾウゾウ、もう痛くないよ。お母さん。ゾウゾウのお手手。砂糖をまぶした姉妹まんじゅうみたい。お母さん、お父さんが悪い蜂を追い払ってくれた。BA バオとゾウゾウを助けてくれた。お父さん、すごい。小さな蜂なんて問題ない。ファジアン、BA バオとゾウゾウの面倒を見て。私は王様の傷の手当てをする。どこを刺されたの？たくさん。ほら、見せて。痛いよ。はい、遺体の飛んでいけ。すみません。ゾウゾウをなだめるのに慣れちゃって。あの蜂たちはどうしたの？まさか BA バオとゾウゾウを連れて、蜂の巣をつついたんじゃないでしょうね。誰かがわざと蜂を引き入れたようだ。何の匂い？すごくいい香り。子供たちを見てて。私、ちょっと人を片付けに行く。何してるの？私。人を片付けるのはいいけど、パジャマで行くわけにはいかないでしょ。忠告ありがとう。今頃ミューヨンランとあの二人の松竹賞。きっと蜂に刺されてるはず。ひどければいい。刺されて死ねばいい。彼女、無事なの？この匂いは声援で階段の匂いと同じ。やはり彼女冤罪じゃなかった。お姉さん、どうして来たの？今日、奥様のご体調が優れないと聞き、妹は心から心配で。お姉さんもきっと奥様のご健康を気にされて、眠れないでしょうから、香り袋を作って差し上げようと思って。香り袋だけ？お姉さん、妹は今何も持っておらず、すべてをあなたに差し上げました。立派な贈り物を用意したくても力不足で。違うわ。妹に心があれば、この王妃のために、血で経文を移せるわよ。ファジアン。道具はもう準備したわ。血で経文を移すの。お金もかからないし、誠意もより伝わる。広めておけ。妹の評判にもプラスになる。一石二鳥どころじゃない。でも、どうした？妹は少ないと不満か？いえ。不満ないなら写経しなさい。人は暇だとトラブルを起こし、トラブルは災いを招く。妹さん、法比較で写経していなさい。おやすみなさい。ヤンラン、おかえり。この重版ギャオは、本当に子供を甘やかすのが上手だ。私。まだ痛むか？少し痛みますが、大丈夫。我慢できます。王様は強いですね。でももう遅い時間です。王様、どうぞ。ヤンラン。私は残ります。
王様、お気をつけて。ヤンラン。私、上着も脱いだのに、ヤンラン。私の傷。私が調合した痛み止めです。王様、お使いください。さっき気絶したふりをすればよかった。失敗した。いつかぶっ壊してやる。王様、妃殿下が私に血を刺して写経するよう命じました。王様。これは妃姉様が写経用にくださったものです。こんなにたくさん。何冊も写経できます。でも王様と妃姉様のためなら、いくらでも写経します。それならもっと写経しなさい。ルイーング、紙を一箱運んで。側妃の方比閣に届けろ。はい。王様。お母さんの手を包まないと悪い蜂に見つかって。またゾウゾウを刺しに来るよ。わかった。包んであげる。よし。藩妃様、皇上が2人の子主を宮中にお迎えするよう命じました。あらまあ、お嬢様、これは。蜂に刺されたばかりです。なんてことを、どの蜂だ。お姫様を傷つけるなんて、どんなひどい傷だ。すぐに宮中に人を戻して、隊員の者全員を待機させます。そこまで緊張しなくても。当然のことです。下僕は先に失礼します。ご主人様、主眼閣に泥棒が入りました。その賊は、カウンター上の錠剤済みの薬を盗み、さらに、箱詰めや餌にも捨てました。おそらく、主眼閣を病む商家が送り込んだものでしょう。ご安心ください。私が開発した薬は誰でも真似できるものではありません。使い方を誤れば逆効果になります。もう一つあります。主眼閣の向かいに新しく方比閣が開店しました。奇妙なことに、この方比閣も様々な美白薬を販売しています。効果は主眼閣のものより優れているだけでなく、価格も安いのです。主眼閣のお客様は今や全員、方比閣に流れてしまいました。主眼閣の薬が盗まれた直後に、方比閣が突然現れたのは偶然ではないでしょう。ファジアン、ジアンリに、方比閣を常に監視させ、急ぎの用事があればすぐに知らせるように。ぜひ、見てください。あなたの良い息子と良い嫁が、陳の可愛い孫娘に何をしたことか。陛下、もう30から40回も同じことをおっしゃっています。結局何がおっしゃりたいのですか？ゾウゾウは京手を傷つけました。明日には命の危険があるかもしれません。だから陳は考えたのです。陛下は BA バオとゾウゾウを、宮中で育てようとお考えですか？それは無理です。子供たちはまだ幼く、母親から離れることはできません。それならヤンランを宮中に迎え入れればよい。陛下、お忘れですか？キアオ ER という息子もいることを。申し訳ありません、王様。普段は笑いませんが、本当に我慢できない時だけです。しかし、あなたの目に映る他人の不幸を喜ぶ気持ちは、そういうものではありません。私は他人の不幸を喜んでいません。純粋な忠誠心です。そうは見えませんでした。王様、妃殿下、陛下がお呼びです。臣下と嫁が陛下に拝謁します。母妃に拝謁します。お母さん、お母さん。お母さん、早く見て。ゾウゾウの小さな手が。紫のおまんじゅうじゃなくなって、白いウサギのお菓子になりましたよ。父上、今日は嫁と王様が参りました。BA バオとゾウゾウを連れ帰るだけでなく、陛下に送るプレゼントも持ってきました。ゾウゾウ知ってる。これは口どて術だよ。違うよ、妹。
これは異性の手記だよ。行きましょう。お祖母様がボタンを身に連れて行ってくれます。お祖母様、悪いミツバチに気をつけてね。すごく危ないよ。お祖母様の手もおまんじゅうにしちゃうから。はい、悪いミツバチがまた来たら、お祖母様が鞭で叩き殺してあげます。行きましょう。おとなしくしてね。ヤンラン、この手札。あなたの師匠である規定性のものだよね。家電の秘技とも言えるわ。宮中に献上する必要はない。父上、落城の災害救援を通じて、嫁は悟りました。一人の力には限界がある。救える人にも限界がある。この手札を父上に献上し、中の処方を天下に広め、大衆の民を救う方が良い。もし天下に広めたら、鬼一門の優位性は、失われる。父上、意の道は、願わくば人々に病苦むからん。薬棚に薬が埃をかぶることを厭わない。嫁の願いも同じです。良い子だ、ヤンラン。三男があなたをめとったのは、彼の服だ。父上のおっしゃる通り。今日の救援、皆さん遠慮なく。はい。陛下、秦は漢王と漢王妃を弾劾します。陛下、最近、町に宝飛閣という新しい店が開店し、販売している薬品は、周眼閣と全く同じですが、価格は2割安い。これでわかる通り、漢王妃が経営する周眼閣は、価格を釣り上げ、役人の助犬たちから金を騙し取っている。漢王妃が金儲けしたいのはわかるが、私たちをバカにするのもいい加減にして同じものなのに、同じ豪華なのに主眼閣は、宝飛閣より2割も高い。父上、嫁の商売は、一銭の値段に一銭の価値。主眼閣の薬は誰でも真似できるものではない。陛下、新妻は漢王妃を信じます。どうやら余計な金を払って選ぶる人が多いようですね。お坂部少書夫人の顔を見て、かゆい。早く太医を呼んで。陛下。問題が起きた夫人と令嬢は、顔に腰もを塗っていた。肌を清潔で白く見せるが、中に塩分が多く含まれており、酒で薬効が発現。アレルギー反応を起こした。宝飛閣が売っていたものだ。間違いなく宝飛閣だ。陛下、宝飛閣を厳しく取り調べ、これ以上女性が被害に遭わないように。陛下、宝飛閣の客は、販売品を使用後、顔に紅斑、腹痛、嘔吐など、様々な症状が出て、みんな怒り狂い。宝飛閣を打ち壊し、今も外で騒いでいる。金軍統領に宝飛閣を捜索させよ。陛下、これらは宝飛閣から押収したものです。ヤンラン、これを見てください。何か問題でも？はい。これらの薬はすべてたちの悪い材料を使っており、さらに、薬効を強めるため、下血を消耗させる薬も添加されています。このまま服用し続けると、表面は元気そうに見えても、実際には、体を傷つけることになります。陛下、お許しください。宝飛閣は私のものではありません。三浦妃のものです。処方は彼女が渡したもので、お金も彼女が出しました。いいえ、違います陛下。本当に私ではありません。衛兵、この詐欺師を連行し、厳しく尋問せよ。入人郎については、父上。入人郎は私の側妃でありながら、王妃に対して再三不敬を働き、問題を起こしてきました。今回は嫉妬から、こんな大騒動を引き起こしました。私は彼女を離縁します。王様、そんな風に私を扱わないでください、王様。中半期青が入人郎を離縁するとは。陛下、人郎の今回の過ちは確かに大きいですが、しかし、当初人郎が霊薬を献上しなければ、私は今も寝たきりだったかもしれません。
今回は許してあげてはどうでしょうか。父上、入人老を許してはなりません。父上、祖母上、ご挨拶申し上げます。祖母上、ミンフィには重大なご報告がございます。今日、孫の嫁が目撃したのですが、頭痛を治療する薬を売っている者がおり、祖母上のお薬と、全く同じものでした。この薬にはダチュラの粉が含まれ、気血を消耗させる薬も多く、即効性はありますが、長期間服用すると体が衰弱し、最悪の場合、痴呆になる恐れがあります。太后様、この薬は確かにあなたが服用されているものと同じです。この卑しい女、朝廷の太后を謀殺しようとした罪は、旧族皆殺しに値するぞ。いいえ、私ではありません、太后よ。薬に問題があるとは知りませんでした。太后様、本当に知りませんでした。祖母上、この件は確かに、三河妃だけの責任ではありません。この薬は巧妙に調合され、薬剤の匂いを隠す香料も多く加えられています。おそらくこれが、邪陰性でさえも、薬の問題を発見できなかった理由でしょう。入人老、忠国公の顔を立て、命は助けてやる。しかし死罪は免れても、生刑は免れぬ。入人老を殿外に引きずり出せ。杖で80回打ち、本日より関王府から追放する。連行しろ。陛下、私は計られ、危うく命を失うところでした。人狼だけを罰するのです。母校、関王夫婦のしつけがなっていないと言われました。刑書を10巻書き写し、半月の俸給を罰するのです。北条。母校、もう彼らのために情けをかける必要はありません。これでも特別な情けです。これ以上軽く罰することはできません。今、関王の勢いがますます強くなっています。もし将来即位したら、必ず愛花を見逃しません。愛花は早く手を打たなければなりません。皇帝に大使の謹慎を解かせなければなりません。お坂部少女は何度も誤った情報を広め、藩王妃の潔白を布告しました。本当に許せません。彼の感服を剥ぎ取り、辺境に流刑にします。皇上。命だけはお助けください。皇上。連れて行け。命だけはお助けください。皇上。あなたたちも座りなさい。はい。来て。今回は4弟舞のおかげで助かりました。三兄嫁、これはすべて三兄の考えです。彼がその薬に問題があると気づき、私と暗号に調査させたのです。あなたはこんなに大騒ぎをして、入人老を王府から追い出すためだったのですね。彼女がいなくなれば、私は王妃と一生一緒にいられます。入四郎、この卑しい女。妹さん、少し口を滑らせたいならどうぞ。結局、あなたは弱小庵に送られるのですから。青い火と古い仏像と共に暮らすのです。父上はあなたにそんなことはさせません。残念ながら、この決定は父上が出したものです。ありえない。祖母が私を助けてくれる。老夫人は怒りで気を失い、もう意識がはっきりしていません。今は自分の庭で療養しています。入四郎、この卑しい女。入四郎。私がなぜこんなにあなたを憎んでいるか知っていますか？私たちは同じ父上の娘なのに、なぜあなたは関王に嫁げるのですか？そして私は貧しい女性に嫁がなければならないのです。私と関王の婚約は、前提が賜ったもので、父上は私のために求めませんでした。あなたが言う貧しい書生、あなたは彼を全く知らないでしょう。ご飯も食べられないような落ちぶれたもの。知る価値などありません。聞いていませんか？昨日、彼は科挙に合格し、美しい妻をめとりました。今は得意の絶頂です。ありえない。どうしてそんなことが。父上はあなたの気ぐらいが高いことを知っていたので、あれこれ選んで、この書生を選んだのです。
彼の前途が明るいからです。さらに彼の両親は亡くなっています。あなたが嫁げばすぐに家の主になれます。そして彼は温厚な性格で、あなたのすべての欠点を受け入れてくれます。ただ残念なのは、あなたが目先のことしか見えないこと。こんな良縁を捨てて、わざわざ屋敷に目かけ入りするなんて。嘘つき。あなたは私を騙している。ミュウ・ヨンラン、あなたもいつか、私のような末路をたどるんだ。いや、あなたは私よりももっと悲惨な目に遭う。中半期青はあなたを見捨てる。あなたが生んだあの二人の災い種も、死に場所すらなくなる。妹よ、うるさいな。毅然はい、今後は黙っていなさい。暑いから、大喜利であげる。王様、いつからそんなに気遣いができるように？本王はいつだって気遣いをしている。先に行って待っている。ヤンラン。父は知っている、今回人狼をかばったことは。あなたには不公平だったと。だが彼女も私の子だ。彼女が死ぬのをただ見ているわけにはいかない。もしいつかあなたに必要とされる時が来れば、父たとえ身を粉にしても、必ずあなたを守り抜く。父上、粉身砕骨などいりません。ただあなたが無事で長生きしてほしい。ミューチングフェング、行こう。ヤンラン、もう遅いから、早く帰りなさい。殿下を待たせないで。はい。大人のくせに、娘の前で泣きわめくとは。みっともない、まったく。痛い痛い。手加減して、君の手が痛くなるよ。おう、に。妹よ。送っていこう。はい、ありがとうお、に。これは？さっき飲んで待っているとき、花売りの牢屋さんに出会って。君が好きだろうと思って、買って送ろうと思った。確かに好きです。ありがとう。そういえば。北方の辺境は寒さが厳しいが。北東に行けば、雪が降り注ぎ、千里の氷に閉ざされる。運が良ければ雪蓮にも出会える。ヤンラン。一緒に行かないか。大丈夫。好きじゃなければ。リエバオとゾウゾウを連れて、百越の蝶の谷へ行こう。花が咲く頃は、蝶が舞い、実に美しい。中半期青。結局何が言いたいの？君と手を携え、この世の繁栄を見尽くしたい。君は、受け入れてくれるか。その時になってから考えましょう。先は長いですから、ゆっくり計画を立てましょう。ヤンラン、気をつけて。どうしたの？何か感じる。リーエバオとゾウゾウに何かあったみたい。王様、王妃様、宮中から知らせが入りました。おごり王様が、今日花見中に誤って水に落ち、高熱が下がりません。して、リーエバを治せなければ、チンは、お前たちの首をはねるぞ。お兄ちゃん。お母さん。こっちへ。お母さん。BA バオ、お母さんはここよ。ゾウゾウ、お兄ちゃんを撫でてあげて。お兄ちゃん、怖がらないで。ゾウゾウは力持ちだよ。ゾウゾウがお兄ちゃんを守るからね。いい？父上、
母上、BA バオはどうして水に落ちたのですか？ BA バオとゾウゾウが水辺で花見をしていて、池の縁のタイルが緩んでいて、BA バオが通った途端、足を滑らせて水に落ちてしまったのです。父上、もしヤンランの医術が優れていなければ、今日 BA バオは、この件は、必ず徹底的に調査します。BA バオに正義を果たします。さあ、今日 BA バオとゾウゾウの世話をしていた。雅人を即刻尋問しろ。それと、最近殿の池に行った者全員を。父上、何が起こったのですか？お前は昨夜殺されかけた。やっと命を取り留めたのに、まだ白状しないのか。大師様が私に銀子を渡して、池の縁のタイルを緩めるよう命じ、その後、大師様は私を殺そうとしましたが、池に飛び込んで、なんとか命拾いしました。大胆な奴め、誰が元太を布告させた？漢王か藩王妃か。陛下、私の言うことは、すべて真実です。これは大師様が私にくれた銀子です。戦場で調べれば、誰のものかすぐわかります。なんと、大使め、太后様はあなたの行進を称え、陳に東宮から出すよう願い出たばかり。まだ数日しか経っていないのに、陳の孫に手を出そうとは。父上、私は、太后様ご到着。これはどうしたことか、この騒ぎは。太后様、ちょうどよかった。陳はこの大使を拝する。父上、私を拝着しないでください。高祖母様が私に、重版記青の子供たちは、私の最大の障害だと言い、計画通りに始末するよう命じたのです。このすべては、高祖母が私にやらせたことです。黙れ。大使、何をデタラメを言っている。陛下。大使は正気を失ったようだ。自分の罪を逃れるために、すべての責任を愛花になすりつけるとは。父上、グイバーが証人です。彼女がすべて知っています。太后様、お助けを。本当のことを言わなければ、今すぐお前を切る。いやいや。やめて。はいはい、話します。はい、太后様です。太后様が私に大使に伝言を、計画通りに二人の将君主を始末するよう言わせました。陛下、この老いぼれ奴隷はきっと誰かに刺されたのでしょう。このように愛花を布告するなど。陛下、愛花はあなたの実の母ではありませんが、長年育ててきました。愛花を信じないのですか？太后、BA バオとゾウゾウは双子であり、竜と鳳凰の吉祥、我が大衆朝の追徴。誰が手を出そうか。陳は絶対に容赦しない。体調が優れないなら、宮中で静養するがよい。余生を過ごせ。者ども、太后を宮中へ送れ。陳の許可なくして、誰もジアン宮への出入りを許さぬ。陛下。陛下、愛花にそんなことはできません。できません。大使は皇室の子孫を害し、毒害に伴わず、本日より、大使の位を廃し、庶民に落とし、宗と府に未幽閉とする。太后は最近、頭痛が頻繁に起こり、耐え難い痛みに。太医曰く、もう時間が残り少ないとのこと。太子は庶民に落とされ宗と府に閉じ込められてから、正気を失い狂ったようだ。実に痛快だ。我が子に手を出すとは、これが代償だ。そうだ。ご公府の方はどうなった？あの日以来、老婦人は、気が触れたようで、毎日叫び続けては、船に乗って息子を探しに行くと言い、昨日は息が続かず、気を失った。医者曰く、回復の見込みはない。今や生きる屍も同然だ。さあ。ヤンラン、今やすべてのことが、
決着した。ただあなたとの婚約だけが未だ決まらない。どんな婚約です？正式な婚礼をまだ挙げていない。埋め合わせがしたい。中半期青、本気ですか？ええ、あなたに心惹かれている。永遠に一緒にいたい。あなたに、私に、完璧な結末をあげたい。一例、天地に敬礼。二例、ご両親に敬礼。三例、夫婦対面で敬礼。儀式成就。パパ、ママにキスできるよ。キス、キス。チューして。チューしたよ。